昔々、山あいの小さな村に子供を願う老夫婦が暮らしていました。二人の願いは天に届き、やがて小さな男の子が生まれました。その子の名は一寸法師。体は小さくとも、その目には誰よりも大きな志が宿っていました。彼の目に映る世界は全てが巨大でした。それでも一寸法師はいつか広い世に出て自分の力を試したいと願っていました。老夫婦はその決意を受け止め、旅の支度を始めました。老夫婦はお椀を船に、箸を貝に、縫い針を刀として持たせました。こうして一寸法師は都へ向かって旅立ちます。川は彼にとって大海原でした。波は山のように押し寄せ、水しぶきは雨のように降りかかります。それでも一寸法師は前へ進み続けました。小さきものでも志まで小さいわけではない。幾日もの旅の末、一寸法師は都へたどり着きました。そこは彼が見たこともない巨大な世界でした。門は山のようにそびえ、人々の足音は地鳴りのように響きます。やがて一寸法師は大きな屋敷に仕えることになりました。屋敷の中は一寸法師にとって別の世界でした。人々の足音一つで地面が揺れるほどです。そこで出会ったのが美しい姫でした。一寸法師の目には姫は天から降りてきたような優しく大きな存在に見えました。姫は彼を見下ろし、静かに尋ねます。あなたはとても小さな方なのですね。一寸法師は胸を張って答えました。はい。けれど、心まで小さいつもりはありません。その言葉に、姫は初めて微笑みました。それから一寸法師は、姫のそばで働くようになります。姫もまた、その勇気を少しずつ信じるようになっていきました。しかし、ある日の参詣の道中、風が止み、鳥の声が消えました。次の瞬間、山のように巨大な鬼が現れます。赤黒い肌、2本の角、鋭い牙、そして家ほどもある金棒。人々は逃げ惑い、姫も恐怖に立ちすくみました。その時、一寸法師が前に出ます。鬼は彼を見下ろし、笑いました。お前のような小さき者が、わしに挑むのか。一寸法師は針の刀を抜きました。小さいかどうかは戦ってみればわかる。辺りは静まり返りました。けれど鬼の腹の中で一寸法師はまだ生きていました。ここで終わるために都へ来たのではない。一寸法師は
内側から鬼を突き刺しました。鬼は苦しみ、ついには地面へ倒れ込みます。その足元に不思議な小槌が転がりました。打ち出の小槌です。姫は小槌を手に取り、一寸法師へ願いました。あなたの勇気にふさわしい姿を。やがて一寸法師は姫と同じ目線に立つ若者となりました。けれどその瞳の強さは何も変わっていませんでした。本当に大きかったのは体ではなく、その心だったのです。おしまい。